今夜もまた誰かの記憶が語り始める。寝る前怪談。もう30数年以上も前の私が小学生だった頃のこと。祖父の家に遊びに行った時の出来事だった。寒くていてつきそうなこの季節になると、昨日のことのようにあの記憶が肌にまとわりつくように蘇るのです。学校が夏休みや冬休みになると、私は父親の実家でもある祖父の家に毎年のように長期で預けられた。ひと夏ひと冬を祖父と必ず過ごしていた。あの年の冬も祖父は相変わらず太陽の山な愛情に満ち溢れた優しい笑顔で私を迎えてくれた。よう来たなカイト。少し大きくなったか。私はたまらず祖父に抱きつき、いつものように風呂も寝る時も一緒に過ごした。祖母は随分前に他界しており、祖父は一人小さな家で暮らしている。祖父もきっと私が訪れるのを毎回とても楽しみにしていたに違いない。祖父の家は東北地方の山に位置する集落にある。私は毎年祖父の家を訪れるたびに冒険するようなワクワク感に駆られていた。当時、私は都心の方に住んでいたので、祖父の住む土地の全てが新鮮だった。清らかに流れる川や雄大な山々、清々しい木々など、神々しく感じるほどの素晴らしい大自然が、私は大好きだった。特に冬になると、雪が降り、辺りは一面キラキラ光る銀世界で、都心では滅多に見れない光景だ。そんな中でも、何より私は祖父が大好きでした。今思えば、山の厳しさと優しさ、その両方を体現したような祖父の存在そのものに、子供ながらに惹かれていたのかもしれません。いつも穏やかで優しく、決して怒るということはしない。その穏やかな性格と屈託のない笑顔で、祖父はたくさんの人たちから愛されており、花がパッと咲いた様に、祖父の周りはいつも笑顔が絶えなかった。また、祖父は農業の他にまたぎ、漁師の仕事をしており、山のすべてに精通していた。大自然と共に生き、また、生き物の命を奪う、またぎという仕事をしているがゆえに、誰よりも命の尊さや、自然の大切さと調和を何よりも重んじている人だった。祖父の家に滞在して、早1週間経った。そんなある日の朝、私は集落の友人、アキラとブンタの2人と、秘密基地を作りに出かけた。行ってきます。おじいおにぎりありがとう。おう、気をつけるんだぞ。川に落ちないようにな。あまり遠くに行くんでねえぞ。あ、ちょっと待て、カイト。何？カイト。何度も言うが、中積もりにだけは絶対に行ったらいかんぞ。あそこはおじいたちも近づけん場所だからな。わかってるか？うん、わかってるよ。それと、なんだか今朝から山の様子がおかしくてな。鳥がギャーギャーうるせえし、それでいて山の方は妙に静かなんだが、変に落ち着かねえ。おめえにあんまりこううるせえことは言いたくねえけど、こんな日はなるたけ山の奥には行くんでねえぞ。はい。その日はこの時期には珍しく雪が降っておらず、よく晴れた日だった。それ以外は何も変わらない。いつもの朝だ。だが、この時私はまだ、祖父の言っていた言葉の本当の意味を、この後、我が身をもって知ることになるとも知らずに。ところで、中津森というのは、この山の中のある一部の森で、そこには絶対に行ってはいけないと、祖父から常々言われている場所だった。近づいてはいけない理由は、何でも中津森は、この山の神様である、山神様を覆ってある神聖な森であるから、決して立ち入ってはならないのだとか。もしや真神様に会ってしまうと、命を吸われたりだとか、はたまた生命力を与え、一生健康に暮らせるだとか、いろいろな話があるようだ。命を奪いもすれば与えもする、この山そのものの神様と、祖父は言っていた。もっとも、私はもともとここの人間ではないし、中津森がどこに存在するのかも、いまいちわからなかったので、祖父の言うことはよくわからなかった。そして私は友人たちと合流し、山に到着した後、秘密基地を作る場所を探した。さて、どこで作るか。俺たちの秘密の隠れ家なんだし、もう少し奥に行こうよ。
大人に見つかったら隠れ家の意味ないもんね。私たちはさらに山奥に進んだ。そこから先は、まるで空気の色が変わるような、そんな境界線を越えてしまった感覚がありました。30分ほど歩くと、雑木林の中に、ちょうど良い開けた場所があり、そこに秘密基地、と言っても鎌倉だが、を作り始めた。そして昼も過ぎ、昼食をとりながら、基地作りに没頭していた。日が暮れかけている夕方になった頃、アキラは落ち着かない様子で、林の奥の方を見つめていた。どうしたの？なんか、山が変な感じだ。いつもと違う。私にはアキラの言ってる意味がよくわからなかった。私の目に映るのは、別にいつもと変わらない、ありふれた山の光景だ。ただ、確かなことは、アキラの言っていることは、祖父の言っていたことと重なっていた。どういうこと？俺もようわからんけど、なんかこう、山がゆらゆら揺らめいてる感じだ。吹いてくる風もなんか変なんだ。寒くもないし暖かくもないし。ほら、見れ。アキラが指さした森林の奥を、鹿が5、6頭、群れをなして走り去った。そして続くように、鳥の群れも、何かから追われるように騒ぎ立てながら、私たちの上を飛び去っていった。今の時期、鹿はもっと上の奥の方にいるはずなのに、どうしてだ？熊から逃げてるのかな？それだったらまずいぞ。いや、この辺りは村のおじいたちが仕切ってるから、熊は絶対近寄らんて。やっぱりなんか変だよ。もう今日は帰ろう。そうだな。今日は帰った方が良さそうだ。遅いし、まだまだ遊べたが、私たちは早々に帰ることにした。この時なんとなく嫌な感じがしたのを、まだ覚えている。ヒロについて20分ほど歩いたが、どうも周りの様子がおかしかった。なあ、こんなところ通ったか。来る時こんなでけえ岩なかったろ。右行ってみるか。あっちだったかもしれん。しかし右へ行っても違かった。私たちは完全に迷っていたのだ。私はともかく、アキラとブンタにとって、ここは地元の山だ。しょっちゅうこの辺りで遊んでいる。二人にとっては、庭のようなところで、決して迷うような場所ではなかった。もう、どれほど歩いただろうか。時間も距離も、今どこにいるか、ということさえも、私たちにはわからなかった。まるで同じ場所をぐるぐると回されている、そんな感覚。山という存在に逃れているかのように、完全に途方に暮れてしまったのです。私たちはいつの間にか、深い森に入ってしまっており、冬という日照時間が短い季節のせいなのか、森の木々が太陽を遮っているのかわからなかったが、辺りはだんだん暗くなっていた。いつの間にか雪も降り出し、寒さも増し、子供心に不安が募る。さらにしばらく歩くと、太陽は沈みかけ、村役場の17時を知らせる鐘が、くぐもった音で鳴り響いた。もう17時だよ。ここどこ？わからん。でもおかしいべ。あんな浅い場所で迷うなんて、こんなに遅いとオドに怒られるぞ。早いとこ帰ろう。しかし私たちは疲れ果て、適当な場所に腰を下ろした。祖父の村では、子供に必ず懐中電灯を持たせる習わしがあったため、幸いにも私たちは3人とも懐中電灯を持っていた。疲れたな。寒いし、腹も減ったな。ねえ、なんかあそこにあるよ。私が懐中電灯を照らした先に、色の剥げた大きな鳥居があった。私たちは恐る恐る近づき、鳥居をくぐると、荒れ放題の石畳を歩いた先に、小さな祠のようなものがあった。祠の前には、米や瓶に入った水、おそらく酒だろうが備えてある。その両脇に、外場のようなものに、ミミズがのたくったような、見たこともない漢字がたくさん記されてあった。それをどう読むのか、私たちにはわからない。それを見た途端、アキラとブンタは、ぎょっとしたように顔を見合わせた。まさか、ここが中津森っちゅうことはねえよな。いや、俺も中津森さ行ったことねえし、場所もよう知らんからわからんけど、この山に神社みてえのがあるなんて聞いたことねえぞ。中津森って、そんなにまずい場所なの？そうか。おめえはよそ者だからな。でも、こんな話はオドから聞いたことある。何？簡単に言うと、
中津森は山神様っちゅう山の神様が住んでる場所で、村の人間でも絶対に入っちゃならねえって場所なんだ。それは知ってるよ。なんでもその山神様ってのがえれえ短気な神様で、人が中津森にいるのがわかると山神様は怒って手足を引きずってどこかに連れてっちまうんだ。これを大人たちは神隠しとかたたりって呼ぶ。どこかってどこに連れてかれるの？それはわからん。とにかく神隠しに会うと大人でも見つけられねえんだ。大人にもわからないどこかに文太がそう言いかけた時、今まで聞いたことのないような耳をつんざく高音が鳴り響いた。うわー、なんだ。山が揺れてる。山が全体が揺れ始めたのだ。私たちはこらえきれずひっくり返り、わけがわからないまま雪の上に転がったり、必死で木にしがみついたりした。山が揺れ出してから2、3分経っただろうか。揺れはようやく収まり、地鳴りも止み、辺りは再び耳が痛くなるほどの静寂さに包み込まれた。私たちは呆然としたままその場に座り込んでいた。今の何だったんだ？わかんないよ。地震かな？と私が言った。その時、出て行け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 。突然耳元で誰かが囁いた。男なのか女なのかわからない声。いや、耳元というより直接頭の中にスッと入ってきたような、そんな感覚だった。ただ嫌に冷たい声だった。この瞬間の全身の総気が錯立つあの感覚は今でも私の体に焼き付いています。全身に鳥肌が立ち、一瞬時が止まったかのように思えた。今聞こえたか？聞こえていたのは私だけではなかった。私たち三人は互いの顔を見合わせ、がむしゃらに走った。いけん、ここ、やっぱり中津森だ。さっきの地鳴りも山神様のたたりだ。俺たちが中津森に入っちまったから怒ってんだよ。早く逃げんと山神様に命吸われちまう。早くしないと。もう本当にこの時は頭の中がぐちゃぐちゃでわけがわからなかった。とにかく暗闇の中、私たちは走り続けた。何度も転んだり、木々の枝等が顔にたくさんぶつかっても気にしなかった。走っている方向も帰り道かなんてどうでもいい。とにかくあの場から逃げ出したかった。そして私は足を止め、ぜと息を切らせながら思い切り空気を吸い込んだ。体力の限界だった。もう走れない。立ち止まるとアキラとブンタはいなかった。先ほどの騒ぎではぐれてしまったのだ。おまけに懐中電灯もどこかへ落としてしまい、私は不安で顔が涙でぐしゃぐしゃだった。はあ、二人ともどこ？疲れ果て、いよいよ心細くなった私は、立っていることさえもままならず、木に寄りかかるようにして座り込んでしまった。いつの間にか降ってくる雪は激しさを増し、吹雪に変わっていた。吹きつける雪が私の体にまとわりつき、容赦なく体温を奪う。手足の感覚はなく、私の小さな体は完全に力尽きてしまっていた。急激な眠気が襲ってきた。もうダメかもしれない。そう思った時、私の後ろの方から雪を踏みしめる足音が聞こえてくる。ゆっくりゆっくりと吹き荒れる風の音の中、なぜかはっきりと聞こえたのだ。足音の主の姿はこの暗さで全くわからなかったが、暗闇の奥から誰かが静かに歩み寄ってくる。さっきまで体の感覚が全て鈍っていたのだが、まるで研ぎ澄まされたようにわかる。急に意識がはっきりとしてきた。不思議な感覚だった。こんな夜に、こんな場所で誰が、山神様が後を追ってきたに違いない。そんなことを考えると、震えが止まらなかった。逃げなきゃと思っても、体が金縛りにあったみたいにピクリとも動かなかった。私の心臓は爆発しそうなくらいバクバクと高鳴っていた。自分の心臓の音で居場所がバレるんじゃないかと思い、必死に胸と口を押さえた。
徐々に近づいてくる足音に、私は怯えながら自分の服をギュッと握りしめていた。もう足音は私のいる木の真後ろだった。すると、ピタッと足音が止んだ。私は息すらも止めていたんじゃないかと思うくらいに、背筋を伸ばし硬直していた。それから何分何十分経っただろうか。私の身に何も起きない安堵感から、緊張の糸がプツッと切れたように、息を大きく吸って吐いた。もう大丈夫かな。私は意を決して、後ろを振り向いた。だが何もいなかった。相変わらずゴーゴーと、吹雪がうなりを上げてるだけだった。何だったんだろう。よかった。私は安心し、首を元の位置に戻した。だが、私は目の前の光景に絶句した。真っ白な着物を着た女が、私を見下ろしていたのだ。その距離は1メートルもなかっただろう。記憶が曖昧だが、身長は2メートル以上あったと思う。手足が異様に長かった。目の前の光景を、私のちっぽけな常識では到底理解できずに、ただ歯の根が合わないほど震えていました。月明かりに照らされたその無機質な表情と姿は、まるで雪女を思わせるような不気味さを醸し出していた。女は私と目が合うと、私の顔にまで大きく身を乗り出し、顔を覗き込んだ。女は私の顔を覗き込みながら、にんまりと笑いを浮べている。とっさに目を閉じようとしたり、顔を背けようとしても、なぜか体が言うことを聞かず、女はまっすぐ私を見つめていた。まるで蛇に睨まれたカエルのように、私はただ震えそうになる全身を必死で押さえつけた。ちらりと見えてしまったその顔の恐ろしいこと。前髪と肩から垂れる長い黒髪。そして長髪から覗かせる血走った目と、血の気のない唇が、にやっと不気味に歪む。怒っているのか、喜んでいるのか、はたまた悲しんでいるのか、ということなど、その表情からは伺うことができなかった。そして女は唐突に、私の右手首をぐいっと掴んだ。あまりの恐怖に、私は小さくヒッと漏らした。ものすごい力で、ギリリと腕が痛むほどだ。痛い、痛い。私はたまらず叫び、その手を振りほどこうともがいた。だが寒さのせいか、恐怖のせいか、身体はうまく動かず、力を入れることができない。喉に何かが張り付いているように、上げたはずの叫びも、声にはならなかった。私はそのまま引きずられ、女は無情にも私をどこかへ連れて行こうとする。引きずられながら、私は女の方をちらっと見ると、月明かりと雪の反射に照らされ、恐ろしく不気味な顔だった。相変わらずニヤニヤし、私と目が合うとまたにんまりと嬉しそうに笑う。つるつる。ああ、自分は人間ではなく、この山の一部にされてしまうんだ。薄れゆく意識の中、痛みや恐怖よりも、ただそんな途方もない理解が私を支配していました。しかし、どこからか大好きな祖父の声が聞こえてくる気がした。私が目を覚ましたのは、それから2日後のことだった。気がつくと、目に入ってきたのは、見慣れた天井だった。私は、祖父の家で、布団の中にいた。体にうまく力が入らない。夢だったのかな。そう、ぼーっとしていると、目が覚めたぞ、無事だぞ、という声が聞こえ、バタバタと廊下を走る騒がしい音がした。ちらっと横を見ると、村の大人たち数人が部屋にいる。怪盗。私の名前を呼ばれる先に目をやると、祖父がしわくちゃな顔をさらにくちゃくちゃにし、私に抱きついた。よかった。本当によかった。生きていてくれて本当によかった。祖父はそう言い、目を真っ赤にしながら、私の方を撫でてくれた。私には何が何だかわからなかったが、ただ、この時祖父のぬくもりを感じて、とても安心したのを覚えている。ふと私は妙な感覚に気づいた。右手の感覚がないのだ。恐る恐る右手を布団から出して見てみると、なんと右手首から上がなくなっていた。包帯が巻いてあるが、私の手は姿形もない。あの女に掴まれた部分がなくなっている。再びあの夜の恐怖が私の中に蘇った。私はパニックになり泣き出し、手に負えなかった。
祖父や他の大人たちが私を落ち着かせ、状況がよく理解できていない私に、祖父は順を追ってゆっくりと説明してくれた。あの日の2日前の夕刻、祖父や村の人たちは、まだ帰らない私たちが山で遭難したことに気づき、大人たちが慌てて捜索に行こうとした時に、突如、不気味な地鳴りが響き渡り、間髪入れず地震が起きた。村の電柱は倒れ、近くの道路では地割れも起き、村では大変な騒ぎだったという。さらに追い打ちをかけるように、地震の影響で私たちがいるはずの山から大規模な雪崩が発生し、集落の村では山のそばにあった3棟の家が雪崩によって半壊し、何人かの人が亡くなったり、怪我をしたりしたのだと。しばらくして青年隊も駆けつけ、山狩り、つまり私たちの救助を行おうとしたのだが、しかし外はもう吹雪で大荒れだったため、二次災害を防ぐために捜索は次の日の明朝ということになったのだった。当然のことながら、あの大規模な地震と雪崩で、もう私たちの生存の可能性は薄いと見ており、友人アキラ、文太も2人同じ場所で凍死した状態で発見された。私は瀕死の状態だったが、中津森の山神様の祠に寄りかかるようにして、意識を失っていたという。また不思議なことに、幸いにも、中津森には、雪崩の被害は及ばなかったらしい。とにかく、あのような大惨事だったにかかわらず、子供が命を取り留めたのは奇跡なのだという。しかし、発見時には私の右手は重度の凍傷により、壊死してしまっており、手首を切断せざるを得なかったのだと。道に迷い、知らぬ間に中津森に入っていたこと。その突如地震が起きたこと。不気味な声が聞こえたこと。女に右手を掴まれ、どこかへ引きずられたこと。私は祖父に、自分の身に起きたすべてのことを記憶の限り話した。すると、祖父は、ぽつりぽつりと語った。ほうか、山神様はお前を守ってくだすったんだな。山神様ちゅうのは、この山の生と死を司る神様だ。山神様には気まぐれなとこがあってな。わしらが生きるための命を与えてくださるが、時に激しく牙を剥く時もある。山神様はお前の命を助けようと、雪崩の来ない中津森に運んでくだすったんだよ。本当は死んじまうとこを手一本で済ましてくれたんだ。アキラと文太は気の毒だが、なんで僕だけ助けたの？アキラと文太はどうして助からなかったの？それはおじいにもわからん。山神様は気まぐれだからな。おじいもアキラと文太のことは本当に辛いと思っとる。だがな、カイト、山神様は決してアキラと文太を助けなかったなどと思っとる。ただ、時として人間も自然界の力にはかなわん時もあるっちゅうことだ。わかるか？人間だって自然界の一部の生き物だ。鹿や熊、虫と変わらん同じ命を持ってる。山神様は人間だからっちゅう理由で特別扱いはせん。だが、未来のある子供が亡くなったっちゅうことは、本当に悲しいがな。そう言って、祖父は悲しげに、私の右手を優しくさすった。この時、私には祖父の言っている意味がよく理解できませんでした。祖父の言葉は、私の身に起きた悲劇と、失った右手の確かな感触とは、あまりにかけ離れていたからです。感謝すべきなのか、それとも呪うべきなのか、幼い私の頭では、そのどちらも選ぶことができなかったのです。そして月日が経ち、あの時の事故があってから、両親と祖父の間で色々あったようで、祖父とはなんとなく疎遠になってしまった。私が大学に入学した年の初頭に、祖父は亡くなった。去年96歳。村に初雪が降った日の朝、隣の住人が様子を伺いに行くと、静かに息を引き取っていたという。苦しんだ様子もなく、眠っているような、穏やかな死に方だったらしい。葬式に参列した時、祖父の変わり果てた姿に、私は言葉が出なかった。祖父が亡くなってからしばらくして、十数年ぶりに祖父のところを訪れた。だが村は市と合併してしまい、アスファルトに舗装され、コンビニなどもできており、私の記憶にある祖父の村とはかなり違っていた。山も開発で穴だらけになり、
あの綺麗な小川やたくさんの森や木々は姿を消してしまっている。私はなんだかやるせない気持ちに襲われた。年を取った現在、当時のことを時々振り返ることがある。あの時は幼く、ただただ恐ろしかった出来事が、年を重ねた今、その本当の輪郭をおぼろげに表し始めたような気がするのです。私が遭難したあの日、祖父は山で何かが起こると予感していたのではないのか。長年あの山でマタギを生業としている祖父の研ぎ澄まされた五感が何らかの異変を感じ取っていたに違いない。そして、中津森の山神様。今思うと、あの時聞こえた出て行けという言葉は、雪崩が起きるから早く逃げろという警告ではなかったのだろうか。また、後から分かったことだが、山神様というのは山の化身であり、精霊であり、山の命そのものなのだという。めったに人前に姿を現さないが、伝聞によると、女性や白蛇、時には白狐の姿で現れると言われているのだとか。山神様を信じ、敬意を払っていた人間は、死ぬと自然に帰って山神様の一部となり、そして山の命は育まれ、大自然の中を巡り巡って、また生まれ変われるのだと、祖父の地域では古来より崇められており、今でも毎年時期になれば、山神様を称える祭りが行われている。昔の人々は、大自然と共に生きるがゆえに、時折起こる天災や不幸な事故に畏怖し、山神様を奉るようになった。また、川や山で採れる命の恵みに感謝し、山神様に敬意を抱いていたのだろう。私はあの時、偶然にも山神様に救われたことを、夢や勘違いだとは決して思わない。今だって、あの山の命として、どこかで何かを見つめているに違いない。春の陽気のように優しい時もあれば、冬の極寒のように厳しい時もあるように、時に優しく、時に牙を剥くあの山に、祖父もまた帰って行ったのか。そう思うと、温かいような、それでいて背筋が冷たくなるような、不思議な気持ちになるのです。中津森は開発されてしまい、山神様の祠はどこかの神社へ移送されてしまったと聞いた。山神様は、あの変わり果てた山々を見て、何を思っているのだろうか。ツルツルの右手を眺めながら、私は、そう思った。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。少し、怖い思いをさせてしまいましたでしょうか。もしよろしければ、応援いただけると励みになります。それでは、おやすみなさい。どうか良い夢を。